お父さん、時計を外してくださっても構いません。でもこれは決して私が覚えている心臓の鼓動ではありません。病室の白い光の中でその言葉は静かに落ちた。63歳の男性が震える手で左手首をそっと握った。そこには30年間ずっと一緒だった古い腕時計がある。文字盤には細かな傷がいくつも刻まれていた。それは時間が刻んだ傷ではなく、人生そのものが刻んだ傷だった。ベッドの上の置いた男がその時計をじっと見つめていた。血のつながった父親だった。出会ったのはわずか2年前のことだ。60年という時間を超えてようやく向かい合った2人。しかし一方にはもう残された時間がなかった。あの時計をもう一度だけ触ってもいいか。老いた声でそう言った。男は黙って腕を差し出した。その瞬間、胸の奥で何かがきしむ音がした。この時計は育ての父が30年前にくれたものだ。お前が大人になった証だと言って誕生日に手首に巻いてくれた。あの日のぬくもりがまだそこにある。育ての父にはまだ言えていない言葉がある。あなたが私の全てですという、その一言。それでも男は目の前の老人の最後の願いを叶えることを選んだ。二人の父を同時に愛しているという真実、それは矛盾ではなかった。それはこの男が30年かけて育ててきたもう一つの心だった。涙は出なかった。ただ時計の秒針だけが静かに時を刻み続けていた。この男が一体どんな人生を歩んできたのか。次はその物語の始まりからお伝えします。1960年代の終わり、韓国のある地方都市に一人の男の子が生まれた。名前はイ・ジョンファン。貧しい家庭に育ったその子は物心つく前にある決断によって別の家へと預けられることになった。生みの親に育てる余裕がなかったのだ。それは誰かを責めることのできない時代の悲しみだった。引き取ったのは同じ町に暮らす中年の夫婦だった。子供のいなかった2人はその小さな命を我が子として迎え入れた。養父の名はイ・ドンス。口数の少ない実直な職人だった。感情を言葉にすることが苦手で、誕生日にもおめでとうとは言えなかった。それでもその背中はいつも息子のために働き続けていた。ジョンファンが30歳になった年、養父は一本の腕時計を差し出した。言葉はなかった。ただ少しだけ目を細めて息子の手首にそっとはめてくれた。国産の質素な時計だった。しかしジョンファンにはその重さが何よりも重く感じられた。それから30年、彼はその時計を一日も外さなかった。雨の日も仕事の夜も悲しみの朝もずっと左手首に巻いたままでいた。時計は傷つき、文字盤は少し色あせた。しかしそれでも秒針は止まらなかった。養父の沈黙と不器用な愛情がそこに刻まれているように思えたから。60代になったジョンファンは定年を迎え、静かな日々を送っていた。子供たちは独立し、妻と共に小さな家に暮らしていた。波風の立たない穏やかな老後。それがある一本の電話によって揺らぎ始めた。電話の向こうから聞こえてきたのは知らない声だった。しかしその声は言った。あなたの本当のお父さんを探していますと。電話を切った後、ジョンファンはしばらく動けなかった。手にしたままの受話器がじんわりと温かくなっていた。本当のお父さんという言葉が頭の中で何度も繰り返された。本当のとはどういう意味だろう。ジョンファンにはすでに父がいる。あの腕時計を送ってくれた。不器用で無口で、しかし誰よりも深く愛してくれた父が。それでも電話の声は確かにそう言った。あなたを産んだ人があなたを探していると。 IMG。 受話器を持ったまま窓の外を見つめる老いた男性の後ろ姿。夕暮れの光。数日後、ジョンファンは一人でその場所へ向かった。妻には黙っていた。養父にももちろん何も言えなかった。病院の廊下は白く静かで消毒液の匂いがした。案内された病室のドアの前でジョンファンは足が止まった。ノックをする手がかすかに震えていた。扉を開けるとベッドの上に一人の老人がいた。白い髪、優
細った体。しかしその目だけがまるで炎のように輝いていた。老人はジョンファンを見た瞬間、唇を小さく動かした。声にはならなかった。それでもジョンファンには分かった。来てくれたと、そう言いたかったのだと。部屋の空気が重く静かに、2人の間に満ちた。血のつながりとは不思議なものだとジョンファンは思った。会ったことなどない。名前さえ知らなかった。それなのにこの老人の顔のどこかに鏡の中の自分が見えた気がした。眉の形、耳の形、少ししだれた目尻。ジョンファンは椅子を引き、老人の隣に座った。2人はしばらく何も言わなかった。沈黙の中に30年分の空白が静かに広がっていた。やがて老人は口を開いた。か細い声だったがはっきりと届いた。お前の腕にあるその時計はと、ジョンファンは思わず左手首に目を落とした。いつも通りそこにある30年前に養父から送られた時計。傷だらけで文字盤は少し色あせて、それでも今日も正確に時を刻んでいた。老人の目がその時計に注がれたまま離れなかった。その眼差しの意味をジョンファンはまだ理解できていなかった。しかし確かなことが一つあった。この出会いは何かを変えようとしている。穏やかだったはずの老後が今静かに、しかし確実に揺れ始めていた。老人の名はチョルスと言った。80を超えた体はもう随分前から限界を知らせていた。ジョンファンが初めてその部屋を訪れた時、老人はベッドの上で静かに天井を見つめていた。来てくれたか。その一言だけで老人の目に光が宿った。ジョンファンは黙って椅子を引き、老人の傍らに座った。2人の間に長い沈黙が流れた。しかしその沈黙は重くはなかった。どこか温かかった。老人の視線がまたあの時計に向かった。左手首に巻かれた傷だらけの時計。30年前、養父が誕生日に送ってくれたものだった。それはずっと一緒にいてくれたんだな。老人がぽつりと言った。ジョンファンは小さくうなずいた。言葉が出てこなかった。養父は今も健在だ。78歳になった今も毎朝庭に水をやり、夕食のたびに笑う人だった。その人が30年前に選んでくれた時計をジョンファンはただの1日も外したことがなかった。それなのに今、血を分けた父親がその時計を見つめている。お前の時間をずっと遠くから見ていた。老人の声が少しだけ震えた。謝罪なのか、それとも告白なのか、ジョンファンには判断できなかった。ただその言葉が胸の奥深くに落ちていくのを感じた。人は時に答えを出せないまま大切な場所に立たされることがある。どちらを選ぶべきかではなく、どちらも本物だと気づいてしまう瞬間が、ジョンファンの胸の中で2つの愛が静かに並んで息をしていた。消えることなく消せることなく、老人は小さく笑った。その笑顔にジョンファンはかつて鏡で見た自分の表情を重ねた。人生の転換点とは劇的な出来事だけではない。誰かの笑顔に自分のかけらを見つけてしまう、その一瞬のことでもある。ジョンファンは静かに目を閉じた。そしてゆっくりと老人の手を握った。その手は冷たかった。しかし確かにぬくもりを求めていた。2人はしばらくそのまま黙っていた。窓の外では春の光が穏やかに差し込んでいた。全ての答えが出なくてもこの瞬間だけは正しかった、そう思えた。その日からジョンファンの日々に新しい色が一つ加わった。それはまだ名前のつかない色だったが、確かに暖かく、確かに美しかった。その頃のジョンファンは本当に幸せだった。養父が腕時計を送ってくれたのは30年前の春のことだ。就職が決まった日だった。養父は何も言わず小さな箱をテーブルの上に置いた。これをつけていれば時間を無駄にしない男になれる。それだけ言って照れくさそうに背を向けた。ジョンファンはその時計を翌日からずっとつけ続けた。大切な会議の朝も、娘が生まれた夜も、妻と初めて喧嘩した翌朝も、その時計はいつも左手首にあった時計の針が刻む音は養父の声に似ていると思っていた。穏やかで少し不器用で、しかし確かに
そこにある声。あの頃の家の食卓はいつも賑やかだった。養父は口数が少なかったが笑顔は多かった。日曜日の朝、一緒にラジオを聞いた。特に何を話すでもなく、ただ隣にいた。それだけで世界は十分に穏やかだった。そんな日々が永遠に続くと思っていた。しかし幸せというものは予告なく揺らぐことがある。ある夏の終わり、養父が倒れた。大したことはないと本人は笑っていた。しかし検査の結果は笑えるものではなかった。ジョンファンは病院の廊下で壁にもたれたまま動けなかった。その時ふと気づいた。自分はまだ養父に言えていない言葉があると。感謝でも愛情でもうまく形にできないまま時間だけが過ぎていた。時計の針は止まらない。どんな夜もどんな朝も静かに刻み続ける。それはまるで養父の生き方そのものだった。ジョンファンは左手首に視線を落とした。30年分の傷がついた文字盤が柔らかく光を反射していた。この時計が教えてくれたのは時間の使い方だけではなかった。大切なものは失いかけた時に初めてその重さを知る。そういうことだったのかもしれない。やがてジョンファンの人生にもう一つの嵐が近づいてきた。それは血のつながりという長く封じていた問いの形をしていた。そしてその嵐は彼が最も頼りにしてきたものを静かに試すことになる。人生にはどうしても一人で渡っていられない瞬間がある。ジョンファンにとってその瞬間は静かにやってきた。誰かが叫んだわけでも嵐が音を立てたわけでもなかった。ただ足元の地面がスッと消えていくような感覚だった。養父が入院したのはジョンファンが50代の半ばを過ぎた頃のことだった。それまで一度も弱音を吐いたことのなかった人が病院のベッドの上で初めて小さく見えた。ジョンファンはその姿を直視できなかった。仕事も家庭もうまくいっていなかった時期と重なっていた。会社では責任ある立場を任されながら思うような結果が出せない日々が続いていた。家に帰れば言葉が足りないまま積み重なった溝があった。そして今度は自分の柱だと思っていた父が揺らいでいた。もうやめてしまおうと思ったことがある。何をとは言えない。ただ全てを手放してどこか遠くへ行ってしまいたかった。その夜ジョンファンは病院の廊下に座っていた。面会時間はとっくに終わっていた。看護師に声をかけられてもうまく立ち上がれなかった。ふと左手首に視線が落ちた。30年分の傷を刻んだあの時計があった。養父がくれたものだった。言葉ではなく時間そのものを渡してくれた人の証だった。ジョンファンは時計に触れた。冷たい金属がじわりと体温を降りていった。立ち上がれたのはそのぬくもりのせいだったかもしれない。理由なんてそれだけで十分だった。人は誰かのために生きることで自分を生かすことができる。ジョンファンはその夜もう一度だけ歩いてみようと決めた。そしてその決意は思いもよらない方向へと彼を連れて行くことになる。死という名の問いが長い眠りから目を覚まそうとしていた。変化は突然やってくるものではない。それは長い時間をかけてゆっくりと積み重なり、ある瞬間に一気に溢れ出す。ジョンファンにとってその瞬間は夜明け前に訪れた。時計を握りしめたまま彼は窓の外を見つめていた。空はまだ暗かった。しかし地平線の端がほんのわずかに白み始めていた。30年間この時計は彼の左腕にあった。会議の場でも娘の入学式でも妻を見送った葬儀の日でも外れることはなかった。外す理由がなかった。それが当たり前だった。養父のぬくもりがいつもそこにあることが当たり前だった。しかし今彼の心の中にもう一人の父の顔があった。生物学上の父、血を分けた。しかし共に生きてこなかった男。病床に横たわり残りわずかな時間を数えている老人。その老人はジョンファンの腕の時計を見た瞬間の目を彼は忘れられなかった。羨望でも嫉妬でもなかった。それは後悔だった。深く静かで取り返しのつかない後悔。自分が与えてやれなかったという父親としての痛みだった。
ジョンファンは立ち上がった。ゆっくりと、しかし確かな足取りで、変えられないことがある。過去は変えられない。育ってきた日々は変えられない。しかし今日だけは変えられる。今この瞬間の選択だけは自分のものだった。養父が与えてくれたのは時間だった。30年というかけがえのない時間。生物学上の父が求めているのはほんのわずかな時間だった。命が消える前の最後のわずかな時間。どちらも本物だった。どちらの愛も本物だった。ジョンファンはコートを手に取った。外はまだ寒かった。しかし彼の胸の中は不思議なほど穏やかだった。二人の父を持つことは罪ではない。二人の父を愛することも罪ではない。その真実に気づいた時、彼は初めて本当の意味で自由になれた気がした。時計の針が静かに動いていた。止まることなく前へ、ただ前へと。そしてジョンファンは知っていた。この選択が全ての答えを問いに変える夜になることを。二つの愛が交わる最後の場所へ向かう時が来ていた。その病室は静かだった。窓の外に春の淡い光が差し込んでいた。ジョンファンはゆっくりと扉を開けた。ベッドの上に老いた男が横たわっていた。60年という時間がその顔に刻まれていた。それが生物学上の父だった。二人は長い間無言だった。言葉など必要なかったのかもしれない。やがて老いた父の視線がある一点に止まった。ジョンファンの左手首だった。30年前に育ての父から贈られた時計。その文字盤が静かに光を受けていた。それを外してもらえるか。老いた父の声はか細く震えていた。懺悔のような声だった。謝罪のような声だった。ジョンファンは一瞬だけ目を閉じた。IMG。ジョンファンが病室のベッド脇に立ち、老いた父を見下ろす。光が時計の文字盤に反射している静かな情景。育ての父の顔が浮かんだ。あの人がこの時計を手首に巻いてくれた日の温かさが蘇った。無言のままただ微笑んでいた。あの顔が、あなたは私の全てだ。胸の中でその言葉を叫んだ。だが声にはならなかった。ジョンファンはゆっくりと時計を外した。老いた父の手にそっと置いた。これはあなたに渡せるものではありません。でも見てほしかった。老いた父は震える指で時計を包んだ。涙が頬を伝った。お前が生きていてくれた。その一言だけで全てが解けた。憎しみも問いも空白の歳月も全てが静かに解けていった。ジョンファンは知っていた。育ての父を裏切ったわけではない。と、この涙は喪失の涙ではない。と、二つの愛は争わない。二つの愛は重ならない。ただ、それぞれの形で確かに存在していた。時計は再びジョンファンの手首に戻った。針は止まっていなかった。今も前へと進み続けていた。老いた父が静かに目を閉じた。安らかな顔だった。許されたような顔だった。ジョンファンはその手を握ったまま動かなかった。涙は出なかった。ただ胸の奥で何かが満ちていく感覚があった。二人の父を愛することは罪ではない。その真実が今この瞬間に完成した。春の光が病室を包んでいた。時計の針が音もなく進んでいた。そしてジョンファンの物語はまだ終わっていなかった。二つの父を見送った男はそれでも生き続けた。ジョンファンは翌朝も目を覚ました。窓の外には春の光が差し込んでいた。昨日と同じ光。しかし世界は少しだけ違って見えた。養父から贈られた時計は今もジョンファンの左手首にある。外すことはしなかった。外す必要がなかった。生物学上の父が言った夜、ジョンファンはその時計をじっと見つめた。30年分の傷が刻まれた文字盤。針は静かに動き続けていた。止まることなく、誰かの死を悼む様子もなく、ただ前へ前へと。時間とはそういうものだと思った。養父に電話をしたのは葬儀が終わった3日後だった。父さん、その一言を口にした瞬間、喉が震えた。何を話したのか正確には覚えていない。ただ
養父の声が聞こえた。帰っておいで。それだけだった。それだけで十分だった。ジョンファンは気づいた。自分はずっと許しを求めていたのかもしれない。しかし許す必要など最初からなかった。2人の父を愛することは裏切りではなかった。それはただ人間であるということだった。今ジョンファンは60代後半になった。孫の顔を見る日も遠くはない。白髪が増えた。膝が笑う日もある。それでも朝になると時計をはめる。その動作だけは変わらない。時計の音は聞こえない。しかしジョンファンにはわかる。2つの心臓が重なるように刻んでいる。養父の愛と生物学上の父の後悔と、どちらも本物でどちらも自分の一部だと。人生に正しい選択などなかったのかもしれない。あるのはただ選んだ道を歩き続けるということ。春の風が吹いた。時計の針は今日も静かに前へ進む。そしてジョンファンの物語はまだ終わりを知らない。次の声にこの旅の最後の言葉が待っている。あなたは今どんな時計を持っていますか？毎日当たり前のように腕に巻いているもの、その中に誰かの愛が刻まれていることを気づいていますか？ジョンファンは30年間時計を外しませんでした。それはただの道具ではありませんでした。父の手のぬくもりでした。選ばれたという奇跡でした。そして彼はもう一人の父とも出会いました。血のつながりという別の奇跡と、どちらが正しい父かではありません。どちらの愛も本物だったのです。人は時に選べないものを抱えていきます。それでも歩き続けた先に答えが見えてくる。今日この物語があなたに伝えたかったのはきっとそういうことです。あなたの人生にも誰かの愛が刻まれています。気づかないふりをしていてもそれはずっとそこにあります。時計の針は今日も前へ進んでいます。あなたの物語もまだ続いています。最後まで見てくださりありがとうございました。